テキターについてご講演いただきます。それでは宮田先生、よろしくお願いいたします。皆様ごきげんよう。パンデミックと未来がやってきたへようこそ。私は理学研究家の宮田誠です。今日は視聴いただき、あるいはこちらにお越しいただいてどうもありがとうございます。で、1年前には私たちは今パンデミックのコロナのパンデミックの真っ只中にいます。で、1年前には想像だにしなかった大変な事態にいるんですけども、西川先生もさっきお話しされたように、これは、社会やあるいは生命を考える良い機会と捉えて、それを有効に使っていけばというふうに私は考えています。This is SARS-CoV-2. It belongs to the family of coronaviruses named for the crown-like spikes on their surfaces. SARS-CoV-2 can cause COVID-19, a contagious viral infection that attacks primarily your throat and lungs. What actually happens in your body when you contract the coronavirus? What exactly causes your body to develop pneumonia? And how would a vaccine work?今お見せしたのはこのタイトルは今私がお話しすることそのものではないんですけども、ここでこのビデオを紹介することによって示したかったのは、コロナパンデミックは生命現象であるということです。で、私が今からお話しするのは、3つのパートに分かれているんですけども、まず最初にパンデミックは不可避の生命現象であるということを生物学者あるいは私の理解でお話しさせていただければと思います。で、次に、現在、他の分野もそうでしょうけども、私たちの、大体30年前から生物学に携わるようになった私の目から見ると、現在の生物学っていうのは、本当に未来の生物学です。もう、昔では夢物語だったようなことをですね、が日常的に生物学の分野では行われるようになっていて、あるいはその知識を使うようになっていて、で、その話をお話しします。そして、こうか。そして最後に、これと1番と2番を踏まえて、じゃあ、ちょっと夢も入ってるんですけども、今回のものを最後のパンデミックにするにはどうしたらいいかっていう、私の夢物語をお話したいと思います。で、まず最初に、生命とは何かについて少し考えてみたいと思います。これ他の、大阪市立大学のミーティングでもちょっと示したことがあるんですけども、生命は何か。皆さんご存知のように宇宙は膨張していて、そして、この宇宙っていうのは、熱力学の第二法則に、従って動いてるわけですね。ですから、形のあるものは壊れて、どっちかというと、物はどんどん分散していて、エントロピーは、増大していく傾向にあります。で、ところがですね、私たち生命はですね、まとまったものを作ることができます。で、これは、すべての生物学者の、共通認識ではないかもしれませんけども、私の生命に対する認識はこのようなものです。すなわち、物質とか、あるいはエネルギーとか、情報とかですね。で、こういういろんな見方のものがありますけども、要するに、この世の中にある、バラバラっと分散しているものをですね、細胞というコンパートメントの中に取り込んで、そしてその中で、生物特有の反応を行って、ぐるぐるっとカスケードを回してですね、そして同じ生命、同じようなものを作る。で、実際にはこれ同じものを作っては進化できないのでダメなんですけども、大体似たようなものをバリバリ作って、そしてそれでもってまた環境へ影響を与えるわけですね。これが生命です。で、これ生命っていうのは、地球の生命ではなくて、私はこれが宇宙全体の生命でもいいんじゃないかなと思っています。で、こういう現象は宇宙は広大でですね、最近分かっている天文学の分野の話でもとんでもないことがいっぱい分かってきてますけども、とんでもないことの中でも結構生命現象っていうのはすごいとんでもないものの最たるものだと私は思っていて、で、宇宙の中でもなんか集まってちゃんとしたものができてるっていう現象はないことはありません。例えばですね、
バラバラの、土の塊がこう集まってですね、そしてまあ最後はその重力で集まって固まって星になるとかですよね。でところがですね、これ星できるのに1億年とかかかるわけです。まあ、私たちの、タイムスパンとは全然違いますね。で、それに比べるとですね、例えばこれ生物学でよく使われる小バエ、別名ショウジョウバエとも言いますけども、腐った果物のところにピュッと飛んできて、で、卵を産んでウジ虫ができて、また同じハエがパーッといっぱい出てくる、とてもちょっと鬱陶しい生き物ですけども、これがですね、なんとですね、今言ったサイクルを回るのに、たったの10日しかかかりません。だから、で、それが、もちろん皆さんご存知のように、地球には無数な小バエがいるわけですね。で、そしたら、頻度も違えば、速さも全然違う現象です。で、これがなぜか知らないけど、この素晴らしい宇宙、ユニバース、ひょっとしたら今だったらマルチバースかもしれないけども、そのユニバースの中で、宇宙の中でそういう何かものすごい物理学的な力が働いてですね、こういう現象が、変な現象が起こってるわけです。で、それが生命だと私は思います。で、さらにですね、これだ。で、さらにですね、地球生命に関して言うと、もう一つすごいことがあります。それはですね、まあ皆さんよくご存知の DNA ですよね。これが、まあ真核生物で言うと、ここに核があって、その中に DNA があります。で、その中に、まあこれが言ってみたら、ものすごいデータストレージなんですね。はい、このデータストレージがどんだけすごいかっていうと、これはつい最近、5年ぐらい前から、生物学者が話題にするようになったんですけども、どんだけ DNA がすごいかっていう話です。で、これをですね、DNA のストレージとしての性能を、人類が作ったストレージとデータストレージと比較したのが、この、表になります。で、例えばハードディスクドライブ。これは、1立方センチメートルの中に10の13乗バイト、ごめんなさい、ビット入ります。でところがですね、最近よくみんなが私たちで使うようになったフラッシュメモリー、USB メモリーですね。大体その3桁、多い量のデータを扱うことができます。ところがですね、DNA はですね、さらに3桁、周密度の高いストレージとして使われています。そして使われているというのは人工的に使われているわけではなくて、私たちの体の中で使っているという意味です。でそしてですね、ここに、ただそれだけを聞いても、そんなもんかいなと思われるかなとも思ったので、私もちょっと調べてもきたし、あと自分自身でも考えて、なんか面白い数字をここに羅列してみました。まずですね、1g の DNA にはだいたい455エクサバイト入ると言われています。で、それはですね、もし全人類が80億人強だと思いますけども、もし90億人であるとするならばですね、全人類に1人ずつに 5GB の USB メモリを与えたのと同じだけが 1g の中の DNA、1g の DNA に入っています。これはただごとではないです。で、さらにですね、これだとまだ迫力がないなと思ってで私が考えたのは、もしそれの6桁上げて1トン、1トン大したことないですよね。水で言ったら、ちっちゃい貯水槽ぐらいが1トンですから、ちっちゃい貯水槽ぐらいの DNA だったら全人類それぞれに全員に5ペタバイト配ることができます。で、ペタバイトっていうのは多分私たちの人生の全てを高精細でビデオを撮っても全然大丈夫な量で、まあ言ってみたら全人類の全員に5ペタバイト上げるっていうことは、これまで人類が使ったいろいろ考えてデータベースを作って散々知識を蓄えたそれ全部足しても1トンの DNA に入るぐらいすごいです。そしてですね、これよく言われるんですけども、まあ人のゲノムっていうのは全 DNA。今日はできるだけ DNA っていう単語を使うと思いますけども、時々私が間違えてゲノムって言ったら全 DNA だなっていうふうに、思い出していただければありがたいんですけども、人の DNA、全 DNA の場合にはだいたい60億塩基対。で、塩基対っていうのは、DNA の文字で、DNA の文字は4文字ありますから、でそうすると、実際にはこれが、今度、すいません、ここで急にバイトになって申し訳ないんですけども、大体私たち一人一人が持ってるのが大体750メガバイトぐらいです。なんかね、これも最近話題になったんですけども、なんかえらいしょぼいなと私は思ったんですけどね。はい。750メガバイトって言ったら、音楽 CD1 枚ぐらいしかないので、まあなんか人生それかと思うと、ちょっと寂しい感じです。まあそれは置いといてですね。これいけますか？これいきました。それで、
人の細胞はだいたい37兆個あると言われてます。で、ほとんどの細胞に、DNA のない細胞もちょっと例えば赤血球とかないんですけども、ほとんどの細胞に DNA ありますから、全体で言うとですね、56×10 の21乗バイト、56ゼタ、もう意味わからないですけども、のデータストレージを私たちは持って、一人一人が歩いてます。で、それだとまだ迫力がないから、もっと私は考えたんですけども、こっちか。なんとですね、これをハードディスクドライブで持ち歩くと200万トンです。だから、どんだけ生き物にたくさんのストレージが入って、ものすごい、そこには何が書かれてるかっていうと、これまでの生命の、全ての生命の歴史が、40億年間の歴史がそこには書かれてるんです。すごいですよね。それでですね、で、生き物はさっきも言ったように宇宙の何かの不思議な力でもって分散するところが物がまとまる方に何かの変な力で動いている。その力を与えられているわけです。で、さらに地球生命に関して言うと DNA っていうものすごい高性能のストレージを獲得しているので、すごい増えたいっていう力とものすごい知恵を持っていて、そしてそれがですね、そいつらがですね、この40億年間地球上の、限られた、生物学的に言うとニッチですけども、限られた場所を取り合って戦い続けてきたわけです。ですから何が言いたいかというと、今ここにいる微生物だけではなくて、すべての生き物が、なんかこの生き物ダメなんじゃないかなと思うようなのもいますけども、基本的には生きる力で満ち溢れてるわけですね。でですね、これちょっと余談です。で、私はですね、最近、年取るとこんなことばっかり考えるんですけども、創造論、いわゆるキリスト教の聖書の言うことをそのまま信じて、この地球上にいるすべての生き物は、すごい神様が作ったというふうに考える。で、さらに、すごい神様が作ったから、そこからもう何も変化はないっていうふうに考えるのが創造論で、さらに創造論とかもうふざけてるってみんな思うんですけども、そしたらそれにちょっと、都合のいいことばっかりをですね、並べて、サイエンティストも、これを信用してますよ、これを進めてますよっていうことを言うのが、インテリジェントデザイン説って言います。で、それとですね、私たちがもう生物学の根幹であると思っている進化論と、そんな変われへんのじゃないかなと思えてきて、それはなぜかというとですね、細胞周辺で起こる、例えば交差反応とか、生物学をちょっと学ぶとすぐわかるんですけども、ある細胞の周辺で起こっている現象っていうのは、分子が分子を認識して、そしてそれをつなげようかとか、離そうかとか、あるいは分解しようかっていうことを常に判断するわけです。で、それがインテグレートされて細胞になって、そしてその細胞の瞬間瞬間次の段階に生き延びれるかっていうことが決まるわけですね。で、さらに細胞間の、さっきも言ったように、ニッチの、居場所の奪い合いがあって、そして生き延びたやつが残るわけです。だから何が言いたいかというと、膨大な数の計算を行って、そして結果ははっきりしている。で、それはね、計算しているようなことではないかなと私は思って、だから、そしてですね、膨大な数の、周り見てもその細胞とか、微生物とかいっぱい、微生物でなくてもアリとか、昆虫もいっぱいいますよね。で、そいつらが常にものすごい数の計算を行って、そして、悠久の時間、40億年間、その計算と、そしてその結果が正しいかどうかっていうことをやり続けてるんですよ。で、これこそが私は全知全能の神かなと思って、さらにそれを750メガバイトでしょぼいって思われるかもしれませんけども、実際には、私たちの DNA には、難しいんですけども、その4文字以外の、実はもうちょっと、その後ろの情報がそこには含まれていて、ちょっと短い時間で言えないんですけども、で、それを考えるとですね、40億年間ものすごい計算を続けながら、全部その知恵は DNA に刻んでいる。で、それこそ全知全能の神じゃないかなと思って、だから変化しないっていう進化論の考えは間違ってるけども、ごめんなさい。変化しないっていう創造論の考えは間違ってるけども、全知全能の神が作ったっていうのは、もう結構そうだなと私は思うようになりました。で、この絵は何かっていうとですね、この創造論をすごく堅くなに信じる人たちに対して、嫌味で作られたパロディ宗教っていうやつですね。で、それが、空飛ぶスパゲッティモンスター教って言って、で、こちらが空飛ぶスパゲッティモンスター教のロゴで、こちらが、大事にしてる、神話の絵ということになります。でですね、で、今話した、
だからものすごい能力を持った地球上の生命がどんどんみんなで頑張って、勝ち残りに向けて戦ってきたので、生きてる生物は、今生きてる地球にいる生命はものすごい増える気満々なわけです。だからパンデミックは避けられない。で、もう一つの問題は、人類がですね、言ってみたら、こんな巨大動物、皆さん人類、人間で巨大動物って言うけど、それより大きいのいるでとか、例えばゾウとかクジラとかって言うかもしれないけど、でも数数えてみたら、もうそんな人間よりも大きい動物なんか生き物なんか数えるほどしかいませんね。そしたらこんな巨体を持って、そしてこんだけ世界中にはびこってる。で、それでどんどんいろんなところを開発してジャングルに進んでいくわけです。で、そうするとですね、さっき西川先生からご紹介があった、いろんなパンデミック今までありましたけども、さらに最近は進行のパンデミックっていうものが出てます。でそれがですね、それの問題っていうのは人間が繁栄してジャングルにどんどん踏み入って、そして、で、もう一つ難しいことを言いますけど、基本的に宿主をすぐにやっつけてしまうような病原体っていうのは、それは間違ってるんです。失敗なんです。なぜかって言ったら増えられないからね。で、じゃあそのエボラ出血熱とかエイズとかどうなのかって言ったら、あれは宿主を間違ってるっていうか、本来の宿主じゃない私たちで増えて、どんどんその危ない目に遭わすわけです。で、それは何かっていうと、なんでそういうことが起こるかっていうと、私たちがジャングルの奥地にどんどん開発して踏み込んでですね、それで今まであんまり接したことのないいろんな野生動物を接して、そして野生動物のウイルスと接するから進行の、パンデミックが起こるわけです。で、それをちょっと説明したのはこちらのビデオで、全部は紹介しませんけども、ニパとか、ハンダとか、エボラとか、こういう怖いウイルスは、残念なことに結構コウモリからやってくるんですね。例えばエボラとか、ここにSARS、新型コロナも、SARS も書いてありますけども、で、1960年ぐらいから進行の、パンデミック、進行の感染症がどんどん増えてきました。で、これはコウモリが住んでるようなジャングルをどんどん開発しているので、コウモリと接することが多いからということですね。で、この後どうしてそのコウモリはいろんなウイルスに対してすごく強いんですけども、で、それはどうしてかということを説明してるんですけども、ちょっと今日は割愛します。またよければこれ見といてください。はい。そしてですね、じゃあそういうことで、西川先生もご紹介されましたけども、これまで人類がひどい目に遭わされたパンデミックをまとめたビデオがありますので、これを私がまとめたんじゃないですか。犠牲者一人一人を棺桶で表現しています。これが犠牲者ですね。で、20年前に流行った SARS ですね。で、今もまだ流行ってるSARS で、これが850になった時です。で、これまだエボラ時々アウトブレイクありますけども、2016年のエボラが11300人で、これが野口英世の高熱病ですね。で、次、これが10年前の、鳥インフルエンザ。で、
れでですね、で今、じゃあお話したのは、パンデミックは不可避の生命として不可避の現象であるということをお話ししました。で、次にお話しするのは、今、私たちは未来の現代生物学を享受しているっていうか、私たち研究者は享受しているっていうのかな、驚いてるんですね。で、さっきお話したように、DNA はものすごいデータストレージです。そしてこのデータストレージ、私たち生物学者はですね、この秘密を知りたいというふうにずっと思っていたんですけども、ものすごい勢いで今、それを明らかにしつつあります。それはですね、これ横軸が年代で、縦軸が、その人当たりにどんだけのお金がかかるかということで、表した数字だと思ってください。すみません、これね、オンにできますはい。それでですね、これ2001年ぐらいから人のゲノムを決めようという話になったんですけども、それで最初に決まったゲノムは、この計算の仕方も開発費がものすごいですから、簡単には言えないんですけども、大体1人分のものを決めるのに10億円かかったという話です。ところがですね、これが、どんどんこの技術が進歩することによって、これムーアの法則って言って、ムーアの法則っていうのは、コンピューターのチップの進展っていうのは、指数的に進むっていう法則なんですけども、これはどんどんその速くなってですね、この読めるようになってですね、この、すごいDNA を読む方法もムーアの法則で進んでるんだってみんなびっくりしたんですけども、ところがですね、なんと2008年頃に大改革があってですね、ムーアの法則をもうはるかに凌駕するような速さで、ピピピピピッと DNA が読めるようになったんです。で、この人ゲノム計画、最初に人間の DNA を全部読んだろうっていう計画があって、そんなバカなと私たちは思ったんですけども、その時の最初に言われたのが、人一人当たりの DNA を10万円で読めればいろいろ使えるねっていう話だったんですね。ところが今は10万円はあっさり達成してます。でですね、これ何が起こったかっていうと、それまでは私たちは、サンガ教授が作られた、サンガ教授は2回ノーベル賞を取られてますけども、サンガ教授が作られた、一番最初に開発されたすごい効率のいい方法で DNA の配列を読んでたんですけども、で、ここまではですね、それを改善してたんです。ところが、根本的にこの時になって、みんなそれまでも、ちょっとサンガ方法は根本的に最終的にいいんかってみんな思っていたので、どんどん開発して、新しい方法が実用化されていったんですね。そしたら、ピューッと早く読めるようになりました。でですね、どんだけ今、ものすごい勢いで DNA の配列が、DNA が読み解かれてるかっていうことを今度またデータベースで見ますけども、これが DNA の配列を取り仕切ってるデータベースです。NCPI ですね。それで、あるいはじゃあ比べる相手は何かっていうと、これは天文学の地球、すごい望遠鏡で撮った宇宙のものすごい映像を、貯めていくデータベースですね。で、そして、これぐっとしょぼくなりますけども、ツイッターで、なんといってもこれツイートする数がすごいですから、これもすごいかもしれません。で、なんといっても YouTube ですよね。使ってる人数も多ければ、なんせ画像の上に動画ですから、そこで、アップロードされるデータ数っていうのは、もうただごとではないはずです。それでですね、比べるとどうなったかというと、これが2015年の有名な論文で、これものすごく印象深かったんですけども、なんとですね、オチはそういうことですけど、DNA が圧倒的に多いんですよ、その年の。1年間でアップロードされてるデータ数が、すいません、これ少ない数字は、無視しといてください。説明すると長いので、無視しといてください。それで、1年間に40エクサバイトです。で、天文学のデータベースは1エクサバイトで、ツイッターはもうなんせ文字ベースですから全然ダメですね。で、YouTube ですら2です。だから、YouTube と比べても20倍の量のデータが毎日、あるいは毎年アップロードされていたわけです。で、しかもこの論文の著者たちが言ってるのは、他のものはどんどん進んでますけども、なんといっても DNA のデータベースはですね、半年ごとにアップロードするデータ量が倍になってるんです。ということは、これ次の論文、続きの論文はないんですけども、今、現在は多分、5年も経ってますから、もっととんでもないすごいことになってると私は思います。でですね、さらに、それを象徴するかな、あるいは、それをさらに進める、事件が、数年前にありました。それはですね、この読み取り装置がですね、大体この DNA の今一番かっこいいと私が思っている DNA を読み取る方法は、1個の DNA の分子だけ1個を捕まえてきて、そしてそれを直接読んでしまうという方法が一番かっこいいと私は思ったんですけども、なんとその機械が1億円します。はい。で、ところがですね、この
オックスフォード・ナノポア・テクノロジーズという会社が作った同じ DNA の一文章を読む機械はですね、なんと10万円です。で10万円で、これがしかもこの USB メモリーみたいなものをコンピューターに挿すと、サラサラっと動いてしまって、さらに、こいつが、まあちょっとそれはいいのか悪いのかわからないけど、そのデータベースに全部データも上げてしまいます。で、コンピューターでも使えるし、スマートフォンでも使えるし、あるいはもうこのコンピューターやスマートフォンの内もそのセットになってるようなもっとちっちゃいものもあるので、世界中どこでも DNA 読みたい放題です。だから、私が思うのは、今の、例えば10年後、あるいは5年後の夏休みの宿題は、家の庭に歩いている、全部のダンゴムシの家系図を作ってみたっていうのが夏休みの宿題になると私は思います。それでですね、で、これがその機械ね。で、さらに、それでこれの名前がね、ミニオンって言うんですけども、で、ところが、なんかこれとややこしいなと思ったら、この会社のセミナーで見に行くとですね、これはミナヨンと読みなさいというふうに言い出したので、多分なんか怒られたのかもしれないと私は思います。みんな思ってます。それでですね、で、これは、まあ典型的、これものすごいイノベーションで、これが世界を変えると私は思ってるんですけども、で、それだけでなくても、例えば今話題のよくPCR 持ってやれとか、PCR の機械足れへんとか、試薬が足らんとか、大騒ぎしてますけども、PCR も最初に、私たちの研究室に来た頃には、その機械が200万円ぐらいしてましたけども、今まあ一番パーソナルなものだと、まあこれ破格に安いんですけども、その会社はだいたい6万円ぐらいで買えます。それでですね、この会社のビデオかっこいいからこれ見ましょうか。これは模式図で DNA の先端にこの、今から読み取るところに誘導していく分子がくっつけるんです。それは彼らが提供する試薬と混ぜるんですけども、水滴の中に今読まれるのにレディーになっている DNA が入ってます。で、これ一個一個がちっちゃい穴になってて、で、この DNA の端っこにくっついてる機械、これタンパク質でできた機械ですけども、こいつがですね、この DNA の2本差をほぐしながら、そして一個一個の、一本だけをこういうふうに通していくわけです。それで DNA の文字っていうのは、化学物質、ATGC の化学物質がついていて、で、それぞれが、声大きくなりますね。それぞれは構造が違うので、この穴を通るときに、穴を塞ぐんですね。で、穴を塞ぐところに電流を通しておけば、どんだけ塞いだかっていうのを見ればですね、どの文字が通ったか分かるわけです。だからこれの方法でやるとものすごい速さで読める上に何も反応もしてないし、試薬も安いし、眼細化もやりたい放題です。はい、私回し物みたいになってますけど、これが結構これ20年ぐらい前から開発してる人たちがいるのはしてたんですけども、どうせできへんわと思ってバカにしてましたから、これ本当に売りに出された時には私はものすごい衝撃を受けました。宇宙でも読めますみたいな。はい、宇宙生命見つかった時にそれ DNA あるんかなともちょっと思いますけど。はい。それでですね。で、そしたら、じゃあ、ものすごいデータストレージを私たちは解明しつつあります。もう片っ端からその辺にある DNA と見ればどんどん読み続けてるんですけども、じゃあそれをどう使うかですね。例えばコロナの時にどう使うかというと、さっきもお話したように生命現象っていうのは分子と分子がどういうふうにくっついて、それがこっちの分子がこっちの分子をどう処理するかとか、あるいは膜にくっつくとか、細胞の膜にくっつくとか、ウイルスの膜にくっつくとか、くっついて何をしようかっていうことを考えていく。で、その時には、多分中学校の生物、中学校は生物っていうのかな。中学生でも習うと思いますけども、鍵と鍵穴の関係です。酵素ですからね。また鍵と鍵穴の関係っていうことは、その形が極めて重要です。それは、オングストローム、ナノメートルの一つ下の桁での構造が重要なんですけども、それを明らかにする分野をですね、構造生物学と言います。で、これ例えばコロナウイルスだと一番重要なのはこちらの、スパイクと言われているこの一番最初に私たちの体に取り付くための分子であったりとか、あるいはこれはコロナウイルスの薬剤のターゲットはどこにあるっていうことを紹介した論文なんですけども、もう細かいこと言いませんけど、こことかこことかあそことか。で、みんな構造が重要です。でですね、構造はこれまでどうやって決めたかっていうと、そのタンパク質なりを集めてきてですね、でそれをみんな分子がきちっと並ぶような状態にしてやる。でそれはきちっと並んでるっていうのは結晶ですよね。結晶にしてやって、そこに X 線を当てて構造を解くっていう方法が主流で、今もそれは2つの
うちの一つの大きな2つの柱のうちの一つなんですけども、もう一つの大きな柱ができました。で、それは、これも記憶に新しいかと思いますけど、2017年に、この3人の先生が、これでノーベル賞を取って、で、私たち生物学関係者は、ノーベル賞当然だというふうに思ったんですけども、電子顕微鏡を使って、生体分子の構造を明らかにするという方法です。で、これでやると何がいいかっていうと、結晶化しない生体分子の構造は明らかにならないっていうふうに私たちは、ちょっと半分諦めていたんですけども、結晶化しなくても、電子顕微鏡でうんと像を拡大して、そしてその拡大してきれいな状態で撮った像から、それを計算して元の原子構造まで明らかにするっていう方法なんですけども、これがものすごい絶大なパワーを持っていてですね、なんといっても、薬のターゲットになるような分子っていうのは、膜に刺さってる場合が多いわけです。生体の細胞の膜にくっついてる場合が多いんですね。そしたら、膜にくっつくっていうことは、水が嫌いなので、上手に溶けなくって、溶けてるものでないと、いわゆる塩だとよく結晶になりますけども、例えばその塩化ナトリウムだったら普通に溶かして乾かすとすぐ結晶になりますよね。で、それの真逆です。水に溶けないもんだから全然結晶化、そういう水に溶けない分子は結晶化しづらいんです。で、ところがですね、で、この電子顕微鏡であれば結晶化する必要はないので、次から次へと私たちが人類が知りたかった構造が明らかになりつつあります。で、これは電子顕微鏡だけではないんですけども、構造を明らかにする技術っていうのは極めて速い速度で進んでいてですね、例えば今2020年で、これまで人類がこれまで明らかにした生体分子の構造っていうのが18万件ありますけども、20年前の2000年だったら1万7000件しかなかったわけですね。すごい進歩です。で、それで私たちもその進歩にですね、恩恵を受けて、すごいいいことがあったんです。で、ちょっとだけ私の研究の話をしますけども、皆さんご存知かもしれませんけども、私たちは肺炎を起こすマイコプラズマという微生物の研究をしています。で、2012年に、大流行になりました。大流行になって、それまでマイコプラズマって何ですかってよく言われたんですけども、それからは言われなくなりました。日本でだいたい毎年数万から数十万人の人が発症していて、結構大変な病気です。それで、それはマイコプラズマニューモニエという小さな細菌によって起こります。で、2010年、2011年、2012年もそうなんですけども、世界的に大流行しました。で、これがマイコプラズマの、感染者の推移ですけども、横軸がそれぞれの年の第何週っていう数字で、縦軸がどんだけ見つかったかですね。例えば、2012年、11年大流行って言いましたけども、2012年このようにバーッと高い数字で推移しています。そして、マイコプラズマ肺炎は大体、4年に一度、で、たまたまですね、たまたま日本での流行はオリンピックの年にあってます。ですから、2012年、2016年大流行しています。そして今年もマイコプラズマ肺炎来るだろうと思って、来たらいろいろ取材に答えなきゃなってみんなで言ったんですけども、なんとですね、素晴らしい、ここで非常事態宣言です。で、マイコプラズマ、コロナウイルスと同じように飛沫感染ですから、飛沫感染に対する徹底した対策のおかげでですね、マイコプラズマ誰も感染しなくなりました。だから、こんな、ちょっと宴会もなくって、マスクもしなきゃいけなくて大変な思いしてるなと、すごく思いますけども、実は、対策はものすごく構想していて、で、これマイコプラズマだけではなくて、他の呼吸器感染症みんなこんな感じです。だから逆にコロナウイルスがなんかものすごい感染力が強いんだと思います。はい。で、マイコプラズマはどういう生き物かというのがこれで、飛沫感染して気道に入ってきます。で、気道に入ってくると、その気管上皮には、繊毛が生えた組織になってますから、それにくっつくんですね。で、くっつくことが重要です。くっつかないと、ただ埃として捨てられるだけですから、まずキュッとくっついて、くっついたまま、ここで動きをやるんですね。滑走運動って言いますけども、滑走運動をして、シューッとこの繊毛の表面を、滑るように動いて、そして私たちの細胞の表面にくっついて、そこで、どんどん増えます。クラスターって言いたいんですけども、別の意味となんかごちゃごちゃになるから、増えると言いますけど、それでですね、で、私たちの夢は何だったかっていうと、マイコプラズマ研究40年代の夢を実現しました。で、一応ですね、これ論文があって、国際共同研究で、私ちょっとまとめ役みたいな感じなんですけども、それで、いわゆるですね、言いたいことは、40年前に、マイコプラズマの、コロナウイルスで言ったらスパイクみたいなタンパク質を私たちっていうか、私じゃなくて、もう、
かなり年配の偉い先生方、3つのグループがそれぞれ見つけて、サイエンス、ネイチャー、そしてもう一つはバクテリアの権威の雑誌にこう論文を出して、で、みんなこれさえ明らかにすればマイコプラズマの全てがわかるというふうに思ってたわけですね。それが、まず私たちの宿主の細胞にバシッとくっついて、そして動くための足になっていて、さらに免疫から逃れるのもこの分子がやっています。で、はい、マイコプラズマでウイルスでいうとスパイクみたいなものがここにあります。ちょっと違う名前で呼んでますけども、まあ、マイコプラズマのスパイクと思ってください。それでこれを原子顕微鏡と、そして現在のすごく進歩した、結晶の、手法を使って、徹底的に構造を明らかにすることができました。で、これが宿主の、どこにくっつくかっていうCR3 オリゴ糖っていう構造で、これはインフルエンザウイルスがくっつくのと同じ構造ですけども、それがここにちゃんとくっつくということも明らかになって、あと色が変わってるのは、ここで構造が変わって、宿主の抗原性から逃れるということも明らかになりました。でですね、じゃあ、その DNA の配列を明らかにして何がわかるかという話の続きですけども、でそしたら、その今お話したことは、すごいエフォートをものすごい使って、生物学をしないとわからないようなことなんですね。でところが、必ずしもそうではないっていうことが提案されてます。で、この人はですね、クレイグ・ベンターっていう人で、これはミスターゲノム、まあ DNA みたいなもんですね。ミスターゲノムとも言われる有名な人で、これは1990年にアメリカの政府が人のゲノムを決定するぞって言ったけど、なんかみんなあんまりやる気がなくてですね、ちゃんと進んでなかったんです。そしたらこの、クレイグ・ベンター先生はですね、こんな政府のやり方はかったるいから全部私がやってやるって言って、プライベートに研究所を作ってですね、バリバリ進めたんですね。そしたらみんな急に別人のように真面目になってですね、ものすごい競争を広げたためにですね、繰り広げたために、だいたい10年から20年ぐらい早く人のゲノム決まりました。で、彼はね、今言ったように、すごい優秀な上に、ちょっとお騒がせな人なんです。それで、2017年に作ったお騒がせな論文がですね、これは、人の顔を、例えばゲノムいっぱい、DNA の情報をどんどん読みまくって、それは何に使えるか、生物学をしないとわからないねとみんな思ってたんですけども、この論文で言ってるのは、顔の情報と、そして DNA の情報を入れて、彼らが作ったアルゴリズムで計算させると、その、因果性はわからないけど、ちゃんと DNA から顔が再現できるというような論文で、これは結構話題になったんですけども、専門家の中ではこれはいい加減じゃんみたいなことを言われる方もいるので、まあ、それほど真偽は定かではないのかもしれませんけども、ただこの方法で犯人の顔を言い当てるっていうベンチャービジネスがすでに何社かありますから、だから、嘘ということでは、まるで嘘ということでは全然ないと思います。で、さらにですね、クレイグ・ベンター研究所、これクレイグ・ベンターの名前入ってませんけども、この人は実は私たちのものすごくよく知ってる人なんですけども、またこの2017年にお騒がせ論文を作ったんですね。で、それは、今は DNA の技術がすごい進んで、読み取りだけではなくって、合成するっていうこともすごく進んでますから、そしたら合成する、で、DNA を、大きい DNA でも合成することができて、合成して、それを人の細胞に入れてやったら、なんと人の病原性のウイルスができますよという論文なんです。で、この論文を見たときに、これはこんなもの発表していいんかなと私たちは思ったんですけども、彼らが言ったのは、私たちがしなくても誰かがするだろうから書いたとかね。あとは、これはワクチンに使える。まあ、それはそうなんですけども、ワクチンに使えるとか、まあ、結構、ずうずうしいなというふうにちょっと思ったんですけど。はい。で、これで、まあ、これはまあ、ヘルペスだからそんなひどい現金ではないけど、で、次にですね、そう思ってたら次の年に、また全然違うグループがですね、なんとですね、天然痘ウイルスが作ったんですよ。これはありえへんですね。で、この時には大騒ぎになりました。で、一応まさか人天然痘はおかしいので、まあ、禁煙の、馬天然痘ですね。で、そうこう思ってるうちに今年に、SARS のパンデミックになったと思ったら、早速 SARS ウイルス作りましたっていう論文も出ました。ネイチャーに載ってますね。はい、でですね、あとはそういう風にターゲットの DNA が見つかってどうするのかっていう話ですけども、これものすごく記憶に新しいと思いますけども、じゃあ大きい動物の DNA を私たち、まあ、いろんな生き物の、DNA を特異的に変異を入れてやるためにはどうするのか、どうしたらいいのかなと思っていたら、まあ、このクリスパー・キャス9っていう方法で今ではその DNA を操作することができます。で、それでも人に向かってやるのは大変、まあ、なかなか決意もいるし、それでガイドラインもできてですね、これはちょっとしばらく見送ろうって言ってたら、この中国のこの先生がですね、なんと、エイズになりにくい赤ちゃんっていうのをゲノム編集で作って、それをその人たちがすでに3人もこのように元気で暮らしているという話で、
これはただごとではないですよね。もうこの時、去年の暮れに、話題になりましたけども、非難殺到みたいな感じです。ただ、このこと自体はもうどうしようもない、話にならダメですけども、ただ、ものすごく安全に、そして必要性がある場合には、ひょっとしたら人の肺の DNA の操作をしてもいいとは言わないけど、考慮する価値があるかもしれないし、あるいは大人の場合にはそれをやってもいいのかもしれません。はい。で、ちょっと時間、ゆっくり熱く喋ったらちょっと時間なくなってきましたけども、ただそれでですね、最後にじゃあ今のお話を、踏まえてですね、夢物語をここで言いたいと思います。最初は、まずですね、GoTo トラベル、ダメになりましたけど、GoTo シーケンスキャンペーンをやってですね、さっきお見せした、誰でも読める DNA 神経差をみんなに買うのにお金をあげてですね、どんどん流行らせてですね、それで、今回のコロナウイルスだけではなくて、もう日常的にどんなウイルスにかかってるかっていうのをみんながちょろちょろっと鼻水をつけてですね、で DNA を読んで、それをどんどんアップロードして、で、病原体がどういう推移をしてるかっていうことを毎週追跡すればいいんですよ。それで、感染経路やワクチンの決定に活用できます。さらにですね、プライバシーじゃなんじゃとかって言わずに、もう全員のゲノムをしっかり決めてですね、で、それで各自のリスクを判断すれば、この人はコロナになりにくいとか、あるいはこの人は極めて危険みたいなことが分かってるので、それで人材の配置に使えるし、あるいはワクチンでね、ワクチンはごく稀にすごい危険性の高いワクチンがありますから、この遺伝子タイプの人はこのワクチンを打った方がいいっていうのは分かるので、それに使うこともできます。で、リスクが高い人は、これも冗談ですよ。遺伝子改変も、やぶさかではない、知りませんけど。それで、あるいは、これまた別のことで、さっき野生動物が持つあらゆる病原体の DNA をデータベース化しておいて、そしてワクチンと薬の候補を、もうなんか流行る前から、こんな病気、こんなウイルス流行るかもしれない、こんなバクテリアがまた最高感染者として流行るかもしれないって言ったら、それを全部準備しておけばいいです。ということで、はい、私のお話は以上です。ご清聴どうもありがとうございました。宮崎先生どうもありがとうございました。先ほどの宮崎先生のお講演内容についてご質問のある方はいらっしゃいませんか？ある方は、手を挙げていただきます。Zoom で参加されている方は手を挙げるボタンをクリックしてください。職員の方でミュートしますが、いかがでしょうか？宮崎先生、先ほど人の最後のところに、DNA を打ち込んじゃったら、ウイルスそのものができてくるという、恐ろしい話があったんですけど、はい、そういうことができてくるとなると、先ほど先生が言われてたように、あらかじめワクチン候補みたいなものを先にどんどん作っておかないと、先に悪いことする目的で作られた方が先に行ってしまうと大変なことになると思うんですけど、なんかそういうバイオコントロールみたいな、対策っていうのはすでにもう動きやすそうあるんでしょうか？そうですね。一つは今構造を明らかにするのにそのタンパク質を発現して、そしてそれを結晶化するとか、あるいは電子顕微鏡で見るっていうふうにお話したんですけども、で禁煙の場合には必ずしもそれをやらなくても計算して今そこにある構造とちょっと違う構造の場合には計算してかなり当たるので、あるいはこの構造の場合には薬がくっつくところが変異してないような場合にはそのまま使えるので、だから必ずしも全部実験しなくても、実験も早くなってますし、実験しなくても計算で補えるところは結構あると思います。どうでしょう、本当にパンデミックをマネージというか、これを最後にできるかもしれないような、技術がどんどん進んでいっているということなんですけど、他にございませんか？面白い話ありがとうございます。最後の話に関係すると思うんですけども、ウイルスってよく感染広がっていくと変異をしていくということが言えると思うんです。言われるんですけども、その変異について、トライアンドエラーでウイルスがやってるような感じがするんですけど、そういうものって予想するということはできるんですか？どういうふうに変異しそうかとか。そうですね、はい、結構難しいと思います。結構ウイルスだとDNA を遺伝情報の保持の機構が弱くなっていて変異しやすくなってたりするんですね。だからランダムに変異が入って、そしてその環境の中で生き延びてるやつだけがバーッと増えてくるので予想はちょっと難しいのかもしれません。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。
それではちょうど時間になっておりますので、また後ほどの、座談会というのもありますので、これで、一旦終了させていただきたいと思います。続きまして、試験研究ブラザーの水口俊夫先生から、パンデミックをまでにするについて